日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今私はスーパーに来ています。台湾のスーパーにもいろいろな野菜が売られています。じゃあどんな野菜があるか見てみましょう。そしてこれらの野菜は日本語で何というのかも考えてみましょう。野菜は大きく分けるとだいたい3つの種類があります。まず一つ目は、このような緑の葉っぱの部分を食べる野菜。これを青野菜とか葉物の野菜と言います。では、青野菜のコーナーから見てみましょう。実は私が一番よく買う青野菜はチンゲン菜です。炒め物やおひたしにしても美味しいし、パスタに使うことも多いです。和風にも中華風にも洋風にもできるオールマイティーな野菜だからほとんど毎週買っています。隣にあるのが白菜ですね。白菜といってもいろいろな種類があって、今映っているのは普通の白菜の半分くらいの大きさのもので、日本語ではミニ白菜と呼んでいます。普通の白菜はこれぐらいの大きさがありますね。そしてミニ白菜よりももっと小さいサイズの白菜は、台湾では娃娃菜と呼ばれていますが、これは日本ではベビー白菜と呼ばれています。私が次によく買う野菜、それはこのリーフレタスです。台湾では A 菜と呼ばれています。普通、日本語でレタスというと、このような結球レタスのことを指します。そして、ボールのように結球しないレタスのことをリーフレタスと言います。日本では葉の先端が赤っぽいサニーレタスの方がポピュラーですが、台湾の一般のスーパーではあまり見たことがありませんね。そして、芯の部分がもっと太いのがこのロメインレタスです。これはシーザーサラダを作るときによく使いますね。日本ではレタスはどれも生で食べるのが普通ですが、台湾の人は加熱して食べることが多いのが大きな違いですね。それから台湾のスーパーで必ず見かけるのがこのさつまいもの葉ですね。日本ではさつまいもの葉を食べる習慣がないので、私は日本のスーパーで見たことはありませんが、台湾ではこれを炒め物にして食べるのが一般的です。もし日本で売っているのを見たことがある方は、ぜひコメントで教えてくださいね。そしてこちらがネギですね。今映っているのは日本では万能ネギとか青ネギと呼ばれる普通のネギです。そしてその隣にはすき焼きに使う太い白ネギもありますね。日本では薬味専用のもっと細い小ネギも売られていますが、台湾で小ネギを見ることはとても少ないです。ちなみにネギよりももっと平べったいこのような野菜はニラと言います。そしてこれは皆さんもご存知のほうれん草です。根に近い部分が赤っぽいのが特徴ですね。こちらの山ほうれん草は根に近い部分も緑ですね。この山ほうれん草は実際にはほうれん草とは違う種類の植物だそうですが、暑さに強くて夏の間ほうれん草の代用品になる野菜だそうです。そしてこれもよく知られている野菜、キャベツですね。普通のキャベツの3分の1くらいのサイズのものはミニキャベツと言われています。それよりもっと小さいゴルフボールぐらいの大きさのものは芽キャベツと言います。こちらの野菜は日本語でセリと言います。日本ではこれよりもっと茎が太いセロリの方がポピュラーかもしれません。セリとセロリ。名前がすごく似ているのは多分偶然だと思います。セロリはそのまま生でサラダにすることもあるし、スープなどに入れて食べることもありますね。こちらは日本では小松菜と呼ばれる野菜です。台湾では油菜と呼ばれることもあります。
そして春になると日本ではこのような野菜を見かけることがありますが、これは菜の花と言います。小松菜も菜の花もアブラナ科というグループの植物なので、親戚関係にあるということができます。もう一つ、台湾では売っていて、日本ではあまり見かけない野菜。それが芥蘭です。この芥蘭も小松菜や菜の花と同じアブラナ科の野菜です。そしてこちらはパクチーです。パクチーというのはタイ語から来ているようです。もし英語由来の外来語でコリアンダーまたはコリアンダーシードというと、日本ではパクチーの実のことを指してカレーなどのスパイスとして使われます。また台湾でよく売られているこの葉っぱはタイバジルです。ホーリーバジルとも言います。漢方薬のような強い香りがありますが、日本ではあまり見かけません。日本でよく見かけるのは、イタリア料理に使うこの普通のバジル、またはスイートバジルと呼ばれるハーブです。台湾ではイタリア料理にもホーリーバジルが使われていることがあるので、日本人にとってはかなり大きなカルチャーショックになります。こちらは鍋料理によく使う春菊です。この春菊は私が住んでいた関西では菊菜と呼ばれています。台湾ではこのような葉っぱが大きいタイプの春菊が主流のようですね。この白っぽいものはもやしです。普通、もやしは緑豆という豆の芽ですが、その隣にあるもやしは大豆の芽ですので、大豆もやしと呼ばれています。では今度は主に土の中にできる野菜である根菜類を見てみましょう。まずこれは皆さんもご存知の人参です。よく間違えるのは、このような漢方薬に使われるものは朝鮮人参と言われることです。そしてこの白くて大きいものは大根ですね。時々日本ではこの大根の仲間でラディッシュという赤い野菜も食べられています。そしてこれはじゃがいもです。じゃがいもより甘みが強いこのような芋のことを日本語ではさつまいもと言います。台湾ではいろいろな品種のさつまいもが売られています。嬉しいことに日本から輸入したこのようなさつまいもも売っていました。こちらは玉ねぎです。いろいろな色の玉ねぎがありますね。そしてこちらにはいろいろなかぼちゃがあります。日本でかぼちゃといえば一番有名なのがこの栗かぼちゃですね。中が栗のように黄色くて甘みが強い品種です。こちらには小型の栗かぼちゃも置いてありました。今私が手に持っているのは皮を剥いた状態のニンニクです。もともとはこのような形ですね。そして生姜もありました。季節によってはこのような取れたての生生姜を見かけることもあります。部分的に赤っぽくなっているのがわかりますね。こちらは長芋です。この長芋のことを山芋とかとろろ芋と呼ぶ人もいます。日本では主に生で食べられています。さて、根菜類とはちょっと違いますが、キノコ類、つまり菌類の野菜も見てみましょう。こちらの太いものはエリンギと言います。この黒っぽいものはキクラゲです。日本でもよく見かけるこのキノコはしめじです。白いしめじの正式名はホワイトブナシメジというそうです。そしてこの細いものがエノキタケです。それからこちらがマッシュルームとシイタケです。最後に果実、つまり実の部分を食べる野菜を見てみましょう。
これは何ですか？これはヘチマです。ヘチマは沖縄以外では食べる習慣がないので、普通は日本の本州のスーパーには売っていません。ただ、夏になると庭に植える人はいます。ヘチマの実でスポンジを作る人もいるし、化粧水を作る人もいます。そしてこちらも沖縄ではおなじみのニガウリです。沖縄の言葉でゴーヤと呼ぶ人も多いです。こちらはウリの一種で、台湾では本当によく見かけます。日本ではハヤトウリと呼ばれるウリだそうですが、私自身はこの野菜を買ったことはありませんので、あまり使い方がわかりません。何か美味しい料理を知っている人はコメントで教えてください。そしてこの巨大なキュウリも日本では見かけませんが、台湾のスーパーでは必ず売られています。どうやって調理するか知っていたら教えてくださいね。その隣はズッキーニです。台湾ではここ数年見かけるようになりました。そしてこちらは普通のキュウリです。日本人はサラダとして生で食べるのが一般的ですね。こちらはピーマンです。もし緑ではなくて赤とか黄色のものなら、それはパプリカとかカラーピーマンと言います。そしてこちらは辛い味がする生の唐辛子です。こちらはトマトです。トマトもミニトマトも日本人は野菜だと思っていますので、ミニトマトもサラダに使います。でも台湾ではミニトマトは果物だという認識の人が多いですね。日本の屋台で売られているリンゴ飴より台湾ではトマト飴の方がポピュラーなのもそのせいかもしれませんね。こちらはトウモロコシで、これよりずっと小さいサイズのものがヤングコーンまたはベビーコーンと呼ばれています。これはナスです。台湾で売っているナスはこのようにすごく長いです。日本でよく見るナスはこのように丸い形のものが多いですね。こちらはオクラです。日本では茹でてからすりごまや鰹節で和えて食べられることが多いです。これは果実ではなくて花のつぼみの部分を食べる野菜でブロッコリーと言います。ブロッコリーより白っぽいものはカリフラワーと言います。そしてこちらは日本ではほとんど見ることがないコールラビという野菜です。台湾では寒い季節になるとよく見かけます。これも調理法を知っている人はぜひ教えてください。こちらはサヤインゲンです。サヤというのは豆を覆っている長い部分のことです。日本ではこちらのサヤエンドウまたはキヌサヤと呼ばれている豆もよく見かけます。こちらは日本では珍しいですが、台湾では一般的なマコモです。私はこのマコモをよく炒め物にしています。そしてこちらも日本では見たことがありませんが、台湾ではよく見かける野菜で、私がネットで調べたところでは、日本語でアマランサスとかキユナと呼ばれているらしいです。私はこの野菜も炒め物にすることが多いです。皆さんはどのようにして食べていますか？はい、わかりましたか？中には台湾特有の野菜もありましたので、ちょっと日本語ではっきりわからない部分もありました。もしこの動画が何かの役に立ったなら、いいねを押してくださるととても励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。